最強の飛行隊、最強の敵役、アグレッサー、空自の飛行共同軍。今回は、航空自衛隊の精鋭中の精鋭、飛行共同軍、通称はアグレッサー部隊についてです。飛行共同軍は、南西方面重視へ、自衛隊の方針が変更されたことによる再編で、2016年に長く配備されていた宮崎の新田原を離れ、小松に移動となり、名称も飛行共同隊から飛行共同軍へ組織改編され、任務も増えました。所属する隊員数は約100名となります。装備機は、1990年、平成2年より F15J、DJ となっており、独特の明細が特徴の部隊です。飛行共同軍の任務は、前身の組織である飛行共同隊であった2014年以前は、対戦闘機戦闘における技量向上のための研究及び各戦闘機部隊を巡回し訓練、指導することでした。2014年よりは、それに加え、電子戦火での対戦闘機戦闘、対地攻撃、対空兵器による攻撃脅威がある中での飛行及び戦闘の研究、訓練と指導、そして敵機の擁撃を管制する地上要員である擁撃管制官の訓練、指導も含まれるようになりました。部隊で使われるコブラのマークは隊員の右胸に、シャレ神戸のマークは左肩に貼り付けられています。コブラは高い知性と一撃必殺、常に背後にも警戒を怠らないを意味し、シャレ神戸は落とされたらこうなるという戒めがあるようです。パイロットはチェック6という言葉を大切にするようです。これは6時の方向、つまり背後が死角になるため、死角に常に注意するようにという意味です。それがコブラのマークに込められています。空自の中では尊敬の念を込めて、ブルーは天才、共同は化け物と言われているようです。ブルーはブルーインパルスのことです。飛行共同軍に所属する隊員は、いずれも技量が秀でた隊員ばかりで、航空自衛隊の精鋭が集められます。飛行共同軍の隊員は、敵機役として飛行戦技にも秀でているのは当然ですが、指導教官として、指導技量も高いものを持っている必要があります。飛行共同軍の隊員は、全国の部隊を巡回、指導しながら、飛行共同軍の隊員にふさわしい隊員も探しているようです。目に留まれば飛行共同軍へとスカウトされるようです。飛行共同軍は、飛行共同体として発足して以来、多くの逸話を残しておりますが、飛行共同軍と模擬空中戦を行ったパイロットは、一様に、その戦技の高さを語るようです。同じ戦闘機を使っているとは思えないというのが一番多いようですが、その後のミーティングであれこれと指摘され、かなり落ち込むようです。たとえ共同軍から撃墜判定を取っても、撃墜判定に至る状況の中から改善すべきところを拾い出し、容赦なく指摘するようです。パイロットの命と国民の命がかかっているのですから、厳しくなるのは当然でしょうね。そのおかげもあって、航空自衛隊の戦闘機パイロットの技量は、世界的に見てもかなり高いようです。世界一という人もいるようです。では、優秀なパイロットというのはどんなパイロットなのでしょうか。まずは、最大で 9G がかかる大出力の F15 では、高 G に耐えられる体力と特殊な呼吸法を身につけることが必須で、優秀なパイロットは、高 G の状態でも、状況認識能力、判断力を維持できるようです。これはおそらく、日頃の訓練もあるでしょうが、健康管理をしっかりとしている、つまり自己管理能力が高くないと、一時的に一定の能力を身につけても維持、向上はできません。戦闘機パイロットは皆自己管理能力が高いのだと思いますが、共同軍の隊員は、さらに高い自己管理能力が求められます。次に空間認識能力です。パイロットにとって非常に重要な能力と言われています。
空間認識能力とは、3次元空間において存在する自分と自分に相対するものとの位置や関係、状況を正確に把握、認識する能力です。普通の生活では、スポーツをするときなど、特に空間認識能力が高い方が有利です。例えば、野球でフライを取る場合など、この空間認識能力が低いと、ボールの落下予定地点に最短距離を素早く移動することができなくなります。キョロキョロうろうろして、落下予定地点がうまく判定できなくなります。プロ野球選手などは、打者が打つとほぼ同時に動き始め、落下予定地点に走り始めますよね。パイロットも同じで、自分の機の位置と相手の機の位置、速度などから瞬時に自分が有利な位置に遷移するには、どう起動すればいいのかなどを瞬時に判断する必要があるのです。この空間認識能力の高さは、近接戦、格闘戦におけるパイロットの技量の高さに直結すると言われています。近藤も、子供の頃はフライ取るのは上手かったのですけど、社会人になって久々にやった時は、ボールの下にうまく入れないし、ボールが落ちてくるタイミングがいまいちつかめず怖かったので、この能力は使っていないと落ちるのでしょうね。維持するだけでも大変だと思うのですけど、優れたパイロットは、維持どころか日々、能力を伸ばしていくのでしょうね。そして次は、やはり頭の回転の速さでしょう。瞬間的に判断して行動に移すことができないと、優秀なパイロットにはなれません。パイロットは、戦闘時、常に素早い判断を求められる状況にあるはずです。素早く状況を認識し、判断を下し行動する。近年では、F-35 のように、格闘戦を前提にしない戦闘機も現れてきています。モニター類から入ってくる電子的な情報を素早く読み取り、判断し、素早く機器を操作するという能力も高くなければ厳しくなるでしょう。多くのセンサーと、それらが捉えた情報が、数値であったりイメージであったりと、表示装置に飛び込んできます。表示装置も HMD であったり HUD であったり、大型タッチパネルであったりします。それが HMD と重なって見えることもあるでしょう。自動化も進んでいますが、パイロットが判断すべきことも数多くあります。それゆえに、素早い判断は欠かせません。素早い起動も必要ですが、素早い電子機器の操作が必要となります。これまで、飛行共同体、飛行共同軍と航空自衛隊は、一流のパイロットを育ててきました。これからも、敵役の中でも、一番強い敵として、空自パイロットの技量向上をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございます。今回の新防衛研究チャンネルはいかがでしたでしょうか。今後とも新防衛研究チャンネルをよろしくお願いいたします。コメントやチャンネル登録もどしどしお待ちしております。次回もお楽しみに。Thank you for viewing. See you next time. Bye bye.